はい、こちらはシノブレドです。この子も2番花です。うちで撮影のタイミングがいつも長雨の中になっちゃうんですよね。なので撮影できたとしても、いつもお花痛みもすごいような状態で撮影していたと思います。お花を近づけますと、うっすらとブルーとティーの優しい香りがしています。外側が茶色くなっちゃってもったいないですね。お花はコロコロしていて可愛いと思います。もう少し開く感じですかね。全体像としてはこんな感じです。我が家にも軒下があったらなと思います。はい、こちらはアウグスタルイーゼの2号の2番花です。1番花はアブラムシの被害なのか、葉っぱもなんとなく全体的にゴワゴワガビガビしたような印象だったので、今回綺麗な葉を見て安心しています。お花を近づけますと、かすかにティーの香りを感じます。この子も服飾系のバラだと思うのですが、今回は黄色みを強く感じるような気がします。全体像としてはこのような感じです。8号鉢です。こちらもお久しぶりのご紹介になります。シューラネージュです。この子もどうしても雨の時期と重なってしまって、いつもお花痛みのある姿になってしまっています。そしてシューラネージュも2番花のご紹介になってしまいました。1番花は長雨の間に散ってしまって全くご紹介できませんでした。お花を近づけますと、ふんわりとパウダー系の香りを感じます。全体像としてはこんな感じです。この子も綺麗に咲かせてみたいです。我が家は寒冷地なので、真夏が勝負かなと思っています。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。2番花です。お母さんがミステリーズで、お父さんがエモーションブルー、ローズシナクティフのバラです。昨日まで1週間雨が続いていたんですが、雨の中咲いてくれていました。で、今朝見た時は随分バラらしいバラになったなっていう印象でした。1番花を紹介したのが6月17日だったので、ちょうど1ヶ月で2番花が咲いています。つぼみが
結構特徴的ですよね。そしてこの子はお花を近づけますと、とっても魅惑的な香りがしています。ローズシナクティフの子供ですけども、ブルー系ではないですね。ダマスクとティーのブレンドの香りです。黒点病には弱いようですね。だけどこんなに小さくても花枝がそれなりに立ち上がって、花数もそれなりに咲いてくれるようですし、今後が楽しみです。全体像としてはこんな感じです。1ヶ月前の一番花の時から随分大きくなったと思います。順調に育っているように見えます。ちなみに一番花の後は花子剪定のようなことはしていません。お花柄だけ摘み取って、なるべく健康な枝葉を残すようにしています。それからこちらも私のオリジナルのバラで、2020年に交配したお母さんがクチュールローズチリア、お父さんがハイリークルムローズです。なんとなくお花がお母さんに似ていますね。そんな気がします。これ一番花なんですけど、お花が2つ咲いていて、ちょうど今日散る前に撮れてよかったです。お花を近づけますと、かすかに香りがわかるかなという感じですかね。シルバーがかったピンクのお花色も素敵ですね。全体像としてはこんな感じです。黒点病がひどいです。本日ご紹介したバラを集めてみました。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。